シェラ皆さんこんにちは、二人パパのみっつんです。今日は旅行 Vlog、金沢でも輪島塗りでもない石川の旅。初めての北陸新幹線にみつパパも知らなかった世界有数日本にはここだけという特別な砂浜からの絶景や日本の里山棚田で過ごす休日、北陸グルメもいいけど息子くんが釣り上げた獲物とは。今回石川へやってきた理由もお話しします。それでは行きましょう。二人パパの密着子連れ出張2泊3日、金沢じゃない穴場の石川の旅。6月下旬の金曜日、みつパパと息子くんは東京駅へと向かっています。リカパパは仕事の都合で先にスウェーデンに帰ってしまったのですが、週末に入っていたみつパパのお仕事も兼ね、北陸は石川県へと向けて出発です。今日どれ乗ろうか。多分そっちかな。ちょっと形違うね。みつパパは名古屋が実家なので東海道新幹線にはよく乗るんですが、北陸新幹線はこれが初めて。息子くんが喜んでくれるんじゃないかとみつパパの方がワクワクしています。ただ乗る予定の電車の時間より早めに到着してしまったので、東京駅構内のお店でちょっと乾杯。はい、こぼれそう。当たってないけど。この日の気温は30度、梅雨真っ盛りのはずでしたが、晴れ男なのかカンカン照り。プロセッコとコーラがぴったりの日でした。コーラ美味しい。そしてそろそろ時間かなというところでホームに向かいます。そう、その電車に乗ります。初めての北陸新幹線。あなたが撮るの？写真撮りたいけど。OK。僕らがホームに上がると、ちょうど乗る予定の新幹線もホームに到着。実はこの新幹線、息子くんが来日した時によく食べてた新幹線弁当のデザイン。何かしたの？でもまあ、スウェーデンでもお弁当箱として使い見慣れていたものだけれど、実物を近くで見れるとなって楽しみにしていた息子くん。もちろん記念撮影も。お弁当箱と一緒だね。よし急ごう。せっかく早く来たのになぜかギリギリ。それでもなんとか乗車していよいよ出発進行。チュッチュということで金沢駅へと向かいます。東京駅から石川県の金沢駅までは北陸新幹線輝きで約2時間半。あっという間に着いちゃいました。そして駅に着いた息子くんはびっくり。全然駅に見えないの駅。全然駅に見えない。ここで降りる。ここで降りるよ。ちょっと待って。改札へ向かうとお迎えが来てくれていましたが、その前に息子くんが見つけたのがこちら。それ回してこっち運転できるんじゃない？一緒に乗る？出発進行。ビデオです。動画です。さあ行きましょうか。そして合流したのがこちらのひろしさん。石川と東京の2拠点で活躍している設計士。金沢駅から車で40分余りのところに位置する羽咋市出身で、地元の青年会議所の方たちと LGBTQ に関するイベントを開催するということで呼んでいただきました。そして金沢駅といえばこちらの鼓門。石川県の伝統芸能である加賀宝生と呼ばれる能楽に使われる鼓をイメージされていて、奥の現代的なガラス張りの空間もてなしドームとの融合が最高にかっこいい映えスポット。日本来たーって感じになります。そして羽咋へ向かう海沿いの道、夕日と水平線が続くこの景色だけでも最高に気分がぶち上がるのですが、ここそれだけじゃないんです。めちゃくちゃ綺麗だねこれ。なんかそう言ってたね。
ていうか逆に埋まったりしないの？意外と走れる。なんで砂の種類が違うとかそういうこと？そうなんだ。ということでいよいよその砂浜へと乗り込むんですがオムライス町なんですか？あ、そうそう、ここはね、自分の町ではないけど、そのオムライス町を過ぎて数十秒、千里浜渚ドライブウェイ。すごいね、確かに。しかももう夕日の正面。こんな目じゃない描かなきゃいけないかも。ダングラ眩しいね。ほんとに眩しい。うわ、すごい。確かにめっちゃなんか、なんていうのかな、普通の道路走ってるみたいに硬いね。そうそうそう。うわ、すごい。Someday we will look back and our hearts will be whole again. I want to remember all that happened to us. 'Cause I wanna drive through the summer night, and when we are old and gray, we'll look back at this summer night. ちょっと降りたいね。何？ちょっと降りてみようか。ということで砂浜に降りてみることに。すごい、確かに固まってる。見て、犬がヘルメットしてる。なんであんなところにゴミ捨ててるの？本当だね、ゴミ捨てちゃダメだね。すごいね、これ。どこまでも続く水平線と波の音、そして沈む夕日を眺め、めちゃくちゃ癒されました。そして砂浜を軽く掘ってみると、掘るといっぱい貝が出てきて、おー、すごい潜っていくね、自分で。あ、危ない危ない危ない。なんか乾いてるのティッシュがある。砂浜をお散歩した後、千里浜渚ドライブウェイの北端まで行くことに。そこで待っていたのがこちら。全然知らないけどごめん。うわ、すごいね、これ。ああ、はいはいはい。確かに、そうそうそう、オニーブすごい生えてるね。あれはね、獅子。あ、でもそうだよ。鬼豚だから、そう、獅子だから、そうだね。豚だね。豚だね。ちょっとすごいね、これ。新しくなったの。最近食べた。めちゃくちゃ綺麗だね、砂が。けど、以前別のところでも砂の像、砂像を見たことがあったのですが、それよりもずっと滑らかで、まるでコンクリートのような印象。実は千里浜の砂は一粒一粒が約 0.2mm と小さいそうで、それが綺麗に見える理由。またこの砂は同じ大きさのきめ細かい砂が海水を含み固く引き締まるそうなんですが、それと同じ理由で千里浜渚ドライブウェイでは砂浜でも車が沈み込まず走れるようになっているんだそうです。見てる新幹線。ねえ、今日乗ったね、あの新幹線ね。新幹線こうやって収納の中で溺れてるみたい。砂の中で溺れてるみたい。これはきっと固めてんだね、今ね。固めて、子供の時こういうコンテストがあって。うんうん。あ、じゃあ昔からあるんだね。そしてこんな映えスポットも。癒されながら夕日が沈むのを撮影していると聞こえてきた謎の声。
実は新幹線の中でも仕事をしていたみつパッパ。波の音と潮風、そしてこの夕日を息子くんと一緒に眺め、忙しいマインドを強制終了してもらえて、この景色だけでも白衣に来た甲斐があったと感じていました。そして千里浜を後にすると15分ほど内陸部へ向かった三子原というエリアにやってきました。ここは設計士であるひろしさんがリノベーションした古民家で、ククノチステイと名付けられたゲストハウス。観光スポットは多いのに宿泊施設が少なかったというこのエリアを、放置された空き家を活用し民泊群に変身させ、地域を活性化させるプロジェクトの一つとしてこの夏にオープンしたばかりなんです。今回僕らは2泊お世話になりました。ということで今回のお宿、ゲストハウスククノチステイ。古民家を改修したこのお家には木と畳の匂いで癒されました。玄関を入ると広がる開放的な共用エリア。バーカウンターが併設されていて、2階に上がるとシンプルだけど広々とした和室。なんだか親戚の家に泊まりに来たみたいな懐かしい気持ちになります。そして縁側から上がると、そこにあるのはオアシス文庫。小学校の先生をされていたひろしさんのお母様が地域で40年間続けてきた子どもが気軽に立ち寄れる場所を三子原分館として大広間の隣に併設。本だけでなく昔のおもちゃもあって、息子くんもたくさん遊んでもらいました。どれどれ、ああ、お相撲さんね。じゃあやる。あってよい。残った頑張れ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 。はいはい帰って。あじゃあありゃ。どうなの？こっちの勝ち。はいでこういう風にやるんだよ。ね。いちご。取ってないわ。たぬきさんが残してくれた。ありがとね、たぬきさん。あれが食べてる？2つぐらいあったよ。それかここでお写真撮ってもらった。ここにね1個あったよ。さっき水かけとく。どっかこの葉っぱの影にあるよ。1個取ってね。これだけかな。けど昨日全部取ったもんね。いちごだね。これワイルドストロベリーで、ほっとけばなるって。でもタヌキも毎晩来て美味しくいただいてるからめったにお口入らない。そう今ねご飯前にみんなでそこまで上がってみて。すっごく綺麗だから、そのいちごさん持ったままパパと一緒にあそこね、この坂道にちょっと上まで行くとトトロの森もある。すっごく最高よ。確かにこうトトロの耳が出てるみたいですね。この坂を登ると最高の眺めだというので行ってみることに。ここでスキーで来るねって。あ、本当だね。雪がいっぱい降ったらどう止まるかみたいな。これは何？トトロの森にね、あそこがね。どっちかっていうとなんかトトロみたいな人がなんかここにいるけど。ここだけくれればめちゃめちゃ飛べる飛べるらしい。トトロ。でそれ見て畑をお水の中に入ってる。そう、これはだから何の畑かわかりますか？どういうの？これはお米の畑、田んぼって言います。お米はリース。そしたらいっぱいリースをなのね。ここ全部リースの田んぼだよ。これどうやってこれリース？水が入るところと出るところって別で作ってるうん。全部の田んぼ実はそうで、水が入るところ出るところ全部作ってる。これを何に使うの？お水？でもこれは上からお水が降りてくるでしょ？川みたいに流れてくる。あと順番に階段みたいに田んぼがなってるから、順番にお水が入れられるようになってるね。ということで三子原の棚田の風景。田植えが済んだばかりのこの時期も爽やかで郷愁を誘うものでしたが、稲が青々とした時期から黄金色に輝く季節はもっとすごいよとひろしさんに教えてもらいました。そして家へ帰ると
今日踊ってじゃあイベントでみんな喜ぶと思うよ。ということで息子くん準備万端のようですが、みつパッパもお仕事へと向かいます。これまた最高のロケーションだったんですよ。初夏の里山の爽やかな風を受けながらまた千里浜の方へと向かいます。その途中息子くんが見つけたのはこっち、あっちなんかドームのロケットもあるね。ロケット今回は行けませんでしたが、羽咋では UFO の目撃情報が多いということで UFO 博物館も目玉の観光スポットだそうです。そして到着したのがこちら、能登千里浜レストハウス。今回のイベントの会場ということで青年会議所の皆さんが準備をしてくださっていたのですが、実は昨日の砂像があったところなんです。カフェなども併設されているんですが、そのカフェから千里浜を望むウッドデッキが開放的で最高に気持ちのいいロケーション。そしてそのお隣のお食事処でイベント前の腹ごしらえ。息子くんはお蕎麦で、みつパッパはジャンボエビフライ定食を頼んだのですが、お世話くださった青年会議所の方が選んだのはここの名物貝飯。次回来た時はぜひそっちにしようと思ったみつパッパなのでした。そして青年会議所の方に教えていただいたのが、この千里浜が実は存続の危機に瀕しているということ。近年全国の海岸で浸食が進んでいるということですが、この千里浜海岸においても例外ではなく、15年余りで15メートルもの砂浜の幅が失われた時期もあったそうです。人工リーフや砂の海上投入、また一人一人ができる活動などの千里浜再生プロジェクトを通し、砂浜は回復傾向に向かっているそうですが、自然と環境を守るその難しさを知りました。皆さんももし千里浜にお越しの際はこのレストハウスにお寄りくださいね。さあ、そしてお仕事の時間。石川の中でも初めてじゃないかという能登エリアでの LGBTQ に関するイベント。お引き受けしたのには一つの理由がありました。僕自身ゲイとして生き、いろんな国に住んで気づいた世界的に共通していることが関係しています。それは都会と地方都市の差。 LGBTQ などの少数派に関する情報やイベントはやはり都会の方が多いですし、人口の多い都会の方が住みやすく集まりやすいというのは世界的に見てもよくある傾向。でも少数派だと自分が気づいた時辛く感じるのは、まだ地元を離れることができないクローゼットの若者などが多いのではないでしょうか。様々なイベントに呼んでいただくようになりましたが、地方都市でのこういったイベントはさらに特別な意義があるなと考え、お引き受けすることにしているのです。ちなみにその間息子くんが何していたかというと、こちら、さっきのマー君が見ててくれたのですが、自分のお子さんと一緒に砂浜から釣りをしていてくれたのです。仲良しの子もできて息子くんも楽しかったようですが、この日の釣果はイベントの打ち上げ会場が地元のお寿司屋さんということで、そこでいただくことになりましたよ。無事にイベントも終わり打ち上げ会場へ。羽咋ではここが一番と連れてきていただいたのがこちら、柳寿司さん。うわー、素敵なところ。立派なお座敷に通していただき、マー君たちと一緒に釣った獲物をおかみさんに渡して調理していただきます。そして早速お寿司にかぶりつく子供たち。どう、お寿司美味しいですか？お兄さん、寿司美味しいですか？よかったね。全部美味しい。そして石も美味しい。下またカッパ巻きだってたら。カパン巻きも。そしてやってきたのが地元の岩牡蠣。やばいねこれ。ほんとこんなでっかい牡蠣初めて見た。これ中ぐらい。これどっちからこれ口に入るかな。言葉をね発することができないぐらい口いっぱいになる大きさ。
海のミルクと言われるのが初めて分かったっていうほどクリーミーで最高の牡蠣でした。なかなかなくならないんだけど牡蠣がそしてこちらが柳巻きデラックス、何が入ってるのこれ？かんぴょうとサーモンのカポンがイクラ、キムだね。で卵もあるよね、周りに。そうなの？これで。もしかしたら中トロと大トロ分かってないかもしれない。そうね。どんな寿司やそれそしてさっきおかみさんに渡したものはやってきましたよ。こう硬いから、まあ細かく切ったから食べてみて。はい、どうぞ。ちょっと歯ごたえあるけど、わざと細かく切ったから、はい。ちょっとお汁つけて美味しそう、ありがとうございます。おかみさんがわかめの根に近いところを上手に湯がいてくれました。さてそのお味はどうですか？自分で取ったわかめ美味しい？美味しいってわかめ食べる？わかめ食べて。能登のわかめを堪能した息子くんなのでした。青年会議所のメンバーの方の中でもお子さん連れの方がいて、息子くんも最後帰りたくないというぐらい楽しんだ一日となりました。そしてククの地ステイに戻った二次会組。グラス酒いいね。酔っ払いながらもジェンダーの話についてざっくばらんに真面目に語り合えた夜。対話ってこうやって生まれるんだなと最高の気分になった夜なのでした。そして翌朝午前中はククの地ステイでまったりと過ごし、金沢駅までお母様に送っていただき、東京へ戻る新幹線に乗ったのでした。白衣の皆さんありがとうございました。また会いましょう。ビセス。さーて来週の2人パパは3つんです。日本編も残りわずかとなりました。日本編の編集楽しいのでなんだかもう悲しい気持ちもありつつですが、予定しているのは残り3本。リカパパが帰国した後のワンオペ日本のモーニングルーティンや、なぜかトラブル続きで24時間遅延した帰りの空の旅と見どころ満載です。そして次回の動画はこちら。元ウォーターボーイズで現在は著名人にも引っ張りだこの超人気女性占い師の方をゲストに迎え、性別以降の頃の話や温泉に行った時の話など楽しく真面目にお話を伺います。全ての国民が安心して生活することができるような情報をお届けします。次回もまた見てくださいね。Sten, sax, påse. Vad blir det? I love you.